はい、どうもこんにちは。今回もですね、楽しいエフェクターを紹介していきたいと思います。今回紹介するのはこちら。じゃじゃん。SD1 です。こちらの SD1 を紹介します。ホームページにはね、生きる伝説の名機スーパーオーバードライブと触れ込みで書かれているんですけど、本当にその名の通りですね、1981年のリリース以来、この SD1 スーパーオーバードライブは、ジャンルを問わずですね、様々なギタリストのですね、メインの歪みとして、あるいはですね、ギターソロジーのですね、ブースターとして、もう非常に多く、長く、たくさんのギタリストに愛されてきました。1977年にですね、初代ボスのコンパクトペダルとしてですね、OD1、オーバードライブというね、エフェクターが出ました。こちらの動画でもね、紹介したんですけども、当時の革新的な非対称クリッピング回路をこちらの SD1 も継承して、とてもマイルドで粘り気の強いドライブサウンドが継承された歪みエフェクターになります。僕自身もね、これめちゃくちゃ好きで、ボスの最も好きなエフェクターの一つに上がるのがこのSD1 です。歪みの量もね、ドライブを上げていくと結構出るし、歪みを絞った時のですね、クランチサウンドもね、本当に秀逸でとっても好きです。ボスのね、オーバードライブ系の、特徴の一つでもあるかもしれないんですけど、ローの成分がガッとなくなって、ミッドにギュッと音が寄る感じですね。それがね、太くて、とても気持ちいいサウンド、前に出てくる音になります。僕の個人の感想ではあるんですけど、マーシャルで結構ドンシャリなジャキジャキしたバッキング用のですね、サウンドを作っておいて、この SD1 だったり OD1 とかでマイルドな歪みを与えてあげて、前に出てくるリードサウンドを作るのがね、非常に相性が良くて、僕個人としてはとっても好きです。今紹介したみたいなブースター的な使い方がね、本当に良くて、今でもね、SD1 をブースターにして使ってる人ってめちゃくちゃ多いと思います。こういうね、アイバニーズのチューブスクリーマー TS9 とかともね、よく比較されたりするんですけど、僕はね、どっちも好きなんですけど、昔から慣れてるっていう意味もあって、僕はこの SD1 の方がとてもね、好きなペダルなんです。でね、本当にこう、ジャンルを選ばないし、楽器を選ばない。どんなギターでも、どんなジャンルでも非常に合う印象があります。SD1 といえばね、皆さんご存知の通りだと思いますんで、どんな音がするのかっていうのをね、この次のパートで見ていきたいと思います。ということで、行ってみましょう。はい。ということでですね、スーパーオーバードライブ SD1 の音を見ていきたいと思います。まずはですね、爆発の音を確認したいと思います。ギターはギブソンの ES335 からスーパードライブ SD1 に入りまして、でそのアウトからですね、こちらの動画で紹介したコッコのペダルトーンというプリアンプに入ります。でそのプリアンプからレコーダーに入って収録しております。そんな感じでございます。で、まずバイパスの音を聞いてください。ギブソンの ES335 のリアピックアップのポジションです。こんな感じです。ではですね、早速オンしていきたいと思います。まずは連部ですね、つまみは12時の状態で流していきたいと思います。では、オン。いかがでしょうか？このね、ザ・ SD1、ボスのオーバードライブという感じがね、すごくしますけどもね、僕は本当にこの音が好きです。以前、この動画で紹介したような OD1 とか、この SD1 を元にしてワザクラフトで作られた SD1W ですね。これも本当に同じ系統で近しい音がするんですけど、ローの成分がなくなっていくんですけど、ミッドによった音になって、すごく粘り気のあって、非常に気持ちいい歪みのサウンドです。という感じですね。じゃあちょっとつまみを触っていきたいと思います。レベルは音量ですね。なんてことない音量です。じゃあトーンですね。ハイが上がります。トーンをね、下げていくと、どんどんモコモコしていくような形になります。次、ドライブですね。これを上げていきたいと思います。歪みの量を調整するつまみです。
常に気持ちいいサウンドです。歪みをですね、下げていっても、この下げたクランチのこの感じも非常に気持ちよくていい音だなと思いました。非常に気持ちいい音だと思います。非常にね、いい音だと思います。ではですね、次はコッホのペダルトーンの方ですね。この動画で紹介したコッホのペダルトーンというプリアンプにつないでますので、こちらのアンプで歪ませて、この SD1 をブースターとして使う使い方をやってみたいと思います。非常にね、SD1 はブースターとしても定評があるエフェクターなので楽しみです。では、アンプを歪ませてみます。こんな感じでアンプを歪ませてみました。ではこれでですね、つまみはすべてセンターの状態でですね、一度ブースターとして使ってみたいと思います。オンします。いいですね。やっぱりこの割とですね、アンプで歪ませた音はスッキリめの音なんですけど、これが SD1 通すことによって、ドライブが増えるっていうのもそうなんですけど、ミッドにすごく寄った音になるのと、歪みのこの粘り気っていうのが出て、分厚い音というか、非常に印象的な音になっています。こんな感じでね、非常にいい感じです。こんな感じですね。非常にいい音です。いい音って言ってもね、人それぞれあると思うんですけど、僕個人としてはとても好きな音です。今ね、ギブソンの ES335 で弾いてるんですけども、ハブバッカーとの相性もとてもいいかなと思いました。こんな感じでね、SD1 の音でしたけども、もしよかったら、まだ見てない方おられましたら、僕のチャンネルでは、このボスのこの黄色い系ですね、歪み系のオーバードライブ系のエフェクターだと、SD1W、OD3、で OD1、あとは OD1X、とかですね、もう紹介してるんで、ぜひね、この動画と一緒に見比べていただけると、音の違いも分かりやすくて面白いかなと思います。という感じで SD1 の音でした。いかがだったでしょうか。SD1 の音って感じでしたけども、やっぱりね、改めて音を聞いてみると、粘り気のあってミッドによった太い音っていうのが本当に気持ちよくてですね、みんながこのペダルを大好きな理由が本当によくわかりました。この動画でですね、前も紹介したんですけども、SD1W もとてもいいんですけど、ワタクラフトじゃないこの SD1 の方がね、どっちかというと好きなのかな。もうほとんど音はね、似てるんですけど、愛着とか昔のイメージかもしれないですけど、やっぱこれはね、本当に好きだなと思いました。ワタクラフトでね、SD1 出てますけど、ボスさんにはね、ぜひぜひね、このノーマル SD1 はね、ずっとラインナップとしてね、残していただきたいなと思うぐらいずっと思ってます。このペダルが登場してからですね、30年以上のロングセラーだと思いますので、これがなくなるってことは今のところないんじゃないかなとは思ってるんですけど、本当に歴史的なエフェクターだと思います。という感じでね、今回はボスの SD1 スーパーオーバードライブの紹介でした。僕の動画ではね、こんな感じでボスのエフェクターの紹介だったり、他のボス以外のエフェクターの紹介、ギターの紹介だったり、バンドマンのエフェクターボードの紹介なんかをね、やっておりますので、チャンネル登録とベルマークのクリックをしていただいて、次の動画でまたお会いできるように通知が行くようにですね、登録していただけるととっても嬉しいです。ということで、本日はボスのスーパーオーバードライブ SD1 の紹介でした。本日もありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それでは。